皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。はい、皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは。めいちゃん、なんかやっと YouTube でやってきましたよ。そうね、やってきました。そう。はい。それで、まずね、挨拶したいと思います。で、めいちゃんからお願いします。はい、私からですね。私の名前はメイです。もちろんこれは本名じゃないですね。で、私は、ハーフ中国とハーフミャンマーのミャンマー人でございます。そして私は、日本語を独学で勉強して、今、現在 N1 を終わりましたと、終わりましたね。で、終わりましたね。もう私は独学だから終わったか終わらないかわからないけど、もちろん勉強はしたね。して、日本語を勉強してきたのは、私もともとアニメ小さい頃から好きだったので、日本語を、ちゃんと勉強する前から、日常会話的に、話せるようになっていたんですね。そこで高校が終わって、大学に行くまでの1年間、その1年間でひらがな、カタカナを自分で勉強して、N 語をみんなの日本語でやりました。そして中には大学にいた2年間は全然勉強しなかったんですね。時間がなかったので、でもその間もアニメたくさん見てて、N さんくらいまでは、できてましたね。で、そこで、コロナウイルスのせいとかで、学校休むことになって、やることなかったんですね、家でも。でそこで勉強を再開しようかと、思って、どこから始めればいいのかわからなくて、模擬試験を、受けましたね。そこで N3 を合格した。だから N2 からやるつもりで、念のためっていう感じで、N2 の模擬試験も受けて合格したので、N1 をやりました。で、これは2020年6月にやって、2021年5月あたりで終わって、EJU の準備を3週間くらいして、勉強を終わりました。で、試験受けて、そちらも合格しました。これは私、日本語、学歴みたいな感じですね。そして、あとは私の趣味。趣味はゲームやること。そして声優も好きなので、時々声でいろんなものを演じるのも好きです。歌うことも好きですね。全然できないけど。で、最近は、アンサンブルスターズっていうリズムゲームにハマってて、毎日遊んでいるんですね。で、あとは、アイドル。私、アイドルめっちゃ好きなんですよ。なるほど。そうそう。アンサンブルスターズのアイドルグループ全員とアイドリッシュセブンと、今はストプリもすごく好きです。なんかね、アイドルはたくさんあるんですね。そして皆さんも、頑張ってきたっていう歴史があるんですよ。それ見ると本当に、勇気がもらえて、モチベももらえて、本当に頑張りたい気持ちになるんですよ。本当にアイドルってすごいなと思いました。そう。私もすごくわかる。私もいるからね。そう。そして私の親友、親友は、こちらの、私の後で挨拶するこの方でございます。で、名前は、挨拶するときに、わかるので、その時にお楽しみにっていうことで、よろしくお願いします。わかりました。よろしくお願いします。そうね。改めて、皆さん、ゆきと申します。来月の9日に20歳になります。そうね。私は、日本語を初めて勉強したのは、2020年の、12月に始めたんですけど、今は、N3 を勉強しています。はい。そうね。私は、趣味は、絵を描くことです。あとは、アニメもすごく好きで、一番好きなアニメはハイキューで、今、6回目見てます。そうね。あとは、レイちゃんと同じく声優が好きで、一番好きな声優は花江那月さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。そうですね。じゃあ、私たち YouTube もやってきたんですけど、この YouTube でも何するか、レイちゃん、
はい。それは、教えてくもともと私ださい。たち、Facebook でページがあったんですね。そそう。こで、なんか、3ヶこと月間ね、やってた。うん。そうそうそう。なんかうん。私とゆきちゃんはいろんなテーマについてお話うん。しして、それをね、字幕ね、日本語字幕とミャンマー語の字幕をつけて、それをアップロードしてたんですよ。そしてうん。翌日には、このビデオの中にあった言葉リストをゆきちゃんが書いて、それを二人で録音してアップロードするっていうね、そういううん。ラジオプログラム、ポッドキャストみたいな感じでやってきました。で、YouTube も同じくやるつもりです。はい、そうです。あはい。とは、私、ゆきが、日本語を初めて勉強したから、なんか日本語の文や文章を読むのがすごく好きだった。なので、物語を読むつもりです。そうね、私なんか、日本語の文を読むのが好きなんですけど、英語はですね、すごく好きじゃないんですよ。ヘリーポッターとかも本たくさんあるじゃん。うん。でもそういう、なんか物語はすごく気になるんですけど、読むのがあまり時間が、あげられなくて、読んでないですね。まあ、こういう私が英語に対する気持ちにみたいに、日本のその物語とかは、読むのがすごくだるいとか、あんまり時間ない方たちのためにもう役に立てないかなと思って読むつもりです。なるほど、はい。なるほど。それで、私が読む、それを取って、動画の中では、文字を書くつもりです。そうすると、私が読んでるのを聞きながら、なんか、文を読めるから、同時に一石二鳥っていうことで、もっといいかなと思って作るつもりです。はい。そう。あ、そうだ、なんか私たちこの YouTube の動画ではね、字幕日はい。本語字幕以外にも、Facebook ではもちろんミャンマー語でやったんですけど、YouTube に来た以上、なんかね、いろんな国の方も、見てくれるかもしれないので、皆さんそうそう。がわかる英語字幕を、つけたいと思います。なんか、この YouTube も Facebook にも私たちはこのページ作ってね、ポッドキャストみたいな、ラジオプログラムみたいなこれをやっているんですけど、これはどうしてやっているんですかっていう、そういう理由を、ゆきちゃんが教えてくれませんか？はい。そうね、YouTube でさ、ポッドキャストと書いたら、日本人がやっているの、いくらでもありますよね。ふんふん。でも私たちはミャンマー人で、これをやっている理由は2つあります。自分たちの成長を見たいからです。そうね。2ヶ月前は、こういうなった。間違いもたくさんだった。今は、そういう成長したそういう感じをね、だから見たいからである。あともう一つは、もちろん、私たちと同じく日本語を勉強している人たちのために役に立ちたいからやってます。はい。なるほど。この二つですね。そうね、最近もうなんか私たちを、日本語うまいね。日本語すごく話せるね。どうやったら、そういう話せるようになるか教えてくれませんかとたくさん聞かれて、それももう一回、めいちゃんから教えてくれませんか？そうですね。こうやって日本語で会話が上手くなりたい方もたくさんあるんですね。勉強してるけど、この会話だけは、上達しないという感じの人がたくさんいるので、私たちからのアドバイスはやっぱりアニメたくさんアニメじゃないけど、この日本語で話してるね、話してる動画、ドラマ、アニメたくさん見て、なんか見ればできるんですよ。私たちもたくさん見てきて、そこから慣れてる。なんか聞き慣れてて、それを真似して話してみたら、こうやってね、たくさんなんか話ができるようになったっていう感じで、そしてもう一つは、聞くだけじゃダメですね。もちろん、自分から話さないといけないし、もちろん、話すときは相手が必要。だけど、一人でもできるんですね。自分でも恥ずかしがらずに、この日本語を使ってたくさん、話すっていうね、これも重要かと私は思います。何より、なんか私が思うのは、何かを勉強
するときにね、もちろん韓国語、中国語、日本語、ミャンマー語、英語、そして他にも料理とかね、たくさんあるんですよ。うん。で、何かを勉強するときに一番重要なのは、これに興味があるかどうか。好きか、うん。そちらも重要だと私は思います。なるほどですね。あともう一つ。それはね、言語を習うときに、言語に関する人、例えば今、日本語だったら、好きな日本人がいる必要があると思う。ああ、そう、そういう、例えば、アイドルでもいいし、俳優でもいいし、女優でもいいし、ゲーマーでもいい、VTuber でもいい。だったら、好きだから、その人のことをもっと知りたいから、もっと動画とかたくさん見るんですよね。たくさん見る、たくさん聞く。それから、日本語と慣れて、何言ってるんだろう、分かりたいな、勉強したいな、そう話してみたいな、そういう気持ちになって、勉強する人がもっと、勉強するときにもっといいと思うよね。そうそうそう。そう。やっぱり、好きな気持ちが大事だよね。やっぱり、日本語を勉強するなら、日本語に興味がないと、それは難しくなるんですね。特に漢字とか、覚えるのが難しい。けど、ゆきちゃんが言ったみたいに、好きなアイドルとか、男優とか女優とかあったら、その人の名前をどう呼ぶのか、彼女たちの歴史とかね、知りたいとか、彼女が歌ってた歌の名前を読んでみたいとか、歌詞を、読んでみたいとか、歌いたいとかね、そういう気持ちから、モチベーションがもらえるんですよ。私たちも同じ。そう、私たちも特に声優がすごく好きで、その声優の動画とか毎日ぐらい見てるから、そうね。さっきみたいに、はい、勉強して、すごく役に立ってた。はい。ちなみになんですけど、声優が好きなんですよね。めいちゃんの好きな声優のこと、ここをもう一回教えてみたい？それなんだけど、最近ね、好きな声優さんがたくさんあるけど、最近の話をすると、私、ストプリっていう、歌い手であり声優でもある6人グループが本当にすごく好きなんですよ。皆さん、なんかね、一人一人が頑張ってて、本当にすごいなと思って、彼らを見てると、私これやらなきゃいけない。彼たちも頑張ってるから、私も頑張らなきゃいけないっていう気持ちになって、毎日毎日楽しく頑張っているっていう感じなので、好きな声優かなその6人は。なるほどね。そっかそっか。最近はストプリになったっていうことね。そうそうそう。でもね、他にも、好きですよ。好きですよ。山下大輝さんとか、村瀬歩さんとか、梅原雄一郎さんとかも好きです。もちろん。皆さんが、私が日本語をね、ここまでできるように、直接じゃないけど、ね、間接的にも、助けてくれたような感じだから、もちろん、好きです。なるほどですね。はいはい。私はさっき言った、花江なすきさんですけど、その、花江さんのことを去年の6月から知り合って、斉藤壮馬さんと一緒にやってたリトーナイトメイから知り合って、探してみたら、炭治郎の声優、金木の声優なの？ファルコの声優マジかよね。そういう、自分がしてたキャラクターの声優になってて、もっと好きになって、毎日ぐらい、この花江さんの動画を、見てますね。チャンネルがあって、ゲームの動画なんですけど、それを見て、漢字の勉強とかもやってて、そういう、ね、さっき私が言ってたように、こういうね、たくさん見て、日本語を勉強していますって感じで。そうです。で、さっきの話に戻ると、私たちたくさん、言われてるんですけど、私たちはもちろん日本人じゃないし、日本語を勉強している人だから、まだまだです。そうそうそう。そうそう。皆さんとね、一緒に頑張りましょうっていう感じで、今日のYouTube のために挨拶の動画をこの辺で終わりしたいと思います。はい。はい。じゃあ、あと、本番の動画でお会いしましょう。
お会いしましょう。で、ちなみになんですけど、私も20歳です。ねえ、そういうの忘れてて。友達です。そうそう、友達です。はい。じゃあ、皆さん、この YouTube のチャンネル登録もお願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい。じゃあ、バイバーイ。